はい、地球の模型南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。なんかこの感じ久しぶりですね。本当ですね。こんな感じですよ。ですね、皆さんご存知の境界線機ですねを今ざっと並べてるわけなんですけれども、僕はちょっと実は申し訳ないです。一回も見たことがないんですけれども、Amazon プライムで上がってたんですよ、第1期が。でいつでも見れるやと思ったら、いつの間にか見れなくなってしまってまして、そうなんですか。ついと見ることはなかったんですけれども、まあそこそこうちでは売れてますよと。なのでまあキットの完成度も割と作りがいいということで、まあ僕も見てみたいなと思ったんですけれども、まあ見れなかったと。でなぜそれをそんなね知らない人間がね、こう境界線機をこんなに並べてるかと言いますと、バンダイさんがですよ、じゃあ第2期が始まるということでサンプルキットを送ってくださったんですよ。珍しいですね、バンダイさんがサンプルキットを送ってくるだなんて。本当ですね、珍しいですね、バンダイさんがサンプルキットを送ってくるなんて。こんな感じで来るんですよ。わかりますかね。箱がないんですよね。でまあちょっとランナーもなんかこれでもかって感じで詰めてくるんですよ。まあこんな感じでお店に届くわけなんですけれどもちなみに、そんな感じだったらガンプラ新商品ね来るんじゃないんですかと来そうなもんなんですけども、ガンプラは来たことがございません。ドムとかね僕も作ってみたいんですけれども30 Minutes Sisters とかね作ってみたいんですけれども、全然来たことないですね。なんで境界線機のキットが届いたということは何か強いメッセージ性を感じるものがありますのでまあちょっと作ってみようかなと思って今回レビューです。ただですね、今回知らなさすぎるので、まあ、見てる方ももしかしたらね、まあ、初めて見たよというので間を持たせるためにですね、パーフェクトゲートリムーバーってこれ話題のね、素組みキットにですねゲート処理が綺麗にできますよと、ゲートアートがね仕上げがいいですよという商品あるんで、これをちょっと使いながら、このレビューも同時にしつつ、これですねネットで買えるっていう話なんですけども、なぜか地球堂で仕入れることができますので、ぜひぜひ、これちょっとね話題があったんでねちょっと使ってみたいなと思ってたので、これを機に作ってみたいと思います。特に今日は素組みですわ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、それではですね早速作っていきたいと思うんですけれども、今うちのお店にですね大量にガイドブックパンフレットとか届いてますのでバンダイさんがね押してますよと、軽くあらすじをちょっと見ないと感情移入できませんので、西暦2061年日本は支配されたんだと。なるほど。で4つの世界主要経済圏によって分割統合されるに至り、日本人は奴隷国の人間として虐げられる日々を送っていたと。コードギアスっぽいこと。コードギアス15周年ですからね今年ね。はい、なんかアニプラさんがつぶやいてたので平15年なんだみたいなね思いましたけども。で日本は各経済圏が投入した人型特殊機動兵器アメインが闊歩する世界の最前線となった。出ました。機械好きの少年シーバ・アモーはある日自己思考型 AI ガイとなんかプリキュアの妖精みたいなやつがいるんですけど、でアモーは日本を取り戻すための戦いに身を投じることになると。自ら組み上げたアメイン剣舞に乗ってっていう。なるほどね。シーバーはもう16歳ですよ。モビルスーツ作るわけですね。アメインね。そうね、作ってないからね。あれはね奪ったんだからね説明書見ながら打ったやつだからね。でアモンについてなんですけど、パーツ集めが趣味ですと。で悶々とした日々を過ごしていたが、自律思考型 AI ガイとの出会いで世界が変わると。よくあるパターンですよね。毎日退屈だなと。そう悶々としがちなパターンでロボット乗る人の条件みたいなとこありますからね。でそれであれでしょ、女の子がファッと来てそれでもって言うんでしょあれか、だから4分割されてるっていうのがアジアとユーラシアとオセアニアと北米に日本が乗っ取られてると。トックンあれですよ、それに抗うだから主人公たちってことなんですけど、これ多分ヤタガラスでいいと思うんですけど、これは本拠地が中国地方にありますよ。トックン親近感湧きますねやらんといけんがって言ってるかもしれないよし、じゃあ作っていこう。中国地方っていうだけで親近感上がってきましたからね敵だがんっていうね沖ノ島戦から8ヶ月って書いてますよ。いや島根県出ましたね。沖ノ島で言うとですよ、トック大体こう政治的に悪いことした人島根行きがちよね。みんなあそこって思うかもしれないけど、いや住んでるこっちっていうね沖行ったことある？ナイス、行ってみたいですね。沖はいいですよ。平成の頭ぐらいのゲーセンがいっぱい並んでるフェリーがあってでそこで行くんですけど、まあ数十分走るとですね、見渡す限り完全に海でちょっと不安になるっていうねやっぱり陸が見える
ると安心するんだなっていうね、そういうのあるんですけど、あとアワビがめちゃめちゃでかい。いやーそれ、あと沖の旅館に行くとですね、独身の頃に行くとですね、いい人紹介するよっておかみさんが大体言ってくる。マジっすか？いやもう言ってくれますよ。わお、ちなみにどこの部分から作ってるんですかそれは？これは首の部分からですね。はあ、珍しくないですか？確かに俺も思った。大体腕からだよね。大体腕とか足とか。そうそうそう、わかるわかる。はい、というわけで頭部完成です。やっぱりねバンダイの製品って作りやすいね。いや相当なんだろうね、これもう本当に忖度抜きで相当頭のいい人がランナーを考えてると思う、これパーツを。よくもまあここの合わせ目でね、この黄色いパーツとねこの頭部の部分差し込みしたことでほらなんか塗り分けしたかのようなね仕上がりできるでしょ。これ本当に頭いいと思う。本当にね毎回感心しますね。いやそもそも今思ったけどバンダイの製品久しぶりに作ってるよ。あ、本当ですか？本当に久しぶりに作ってる。もう売るばっかりで。いやー楽しみですね。あれはバンダイの何ですっけ？なんだったっけ？ゾゴックは。ああ、ゾゴックか。ああ、いたな。作ってたね。本当だ本当だ。じゃあ次行こう。あはとっくんこれヘッドカラッターと思ってたんだけど、中にいっぱい折りたたまれてて、いやなんか変だと思ったんだよ。見てとっくんほらヘッド作ります完成しましたってなんかどういうことって思って。なんだよ、やっぱりあれだよ、足からだよとっくん。よくある形からですよ。おかしいと思った。はい、じゃあ足次行きます。はい、それではですねとっくんここで例の言ってたパーフェクトゲートリムーバーっていうものをだいたい使い方が分かったのでご紹介していきたいと思うんですけれども、このポリッシャーっていうガラスヤスリとこのシャイナーっていうガラスヤスリね、両方ともガラスヤスリです。あとは最終仕上げでスポンジヤスリが入っているんですけれど、ツヤありとツヤ消しで2タイプになっております。だから表面と裏面でちょっと粗さが違いますよと。何でもかんでも光るのもねっていうので仕上げでツヤ消しもできますよというこの3点の商品なんですけれども、これですよ、これが素組みでよく出てくるここ切りましたっていうのがめっちゃわかるやつね。これですね。でこれをまずはポリッシャーっていう商品で削っていきます。だいたい1000番ぐらいになるそうですよ。この面だけはしっかりと結構削りやすいですね。あっという間。いいですね。いいですいいです。なんかもはや切ったところじゃないところを一生懸命やり始めてるけれども、どうこれいいでしょう。そうですね。どこ切ったかわからなくはなったんじゃないかなと思います。この白っぽいのを続きましてこのスポンジでやっていきたいと思います。でこのシャイナーを使ってしまうとですね結構ピカピカに光っちゃうんですよ。裏の説明でいくとこのシャイナーっていうのはクリアパーツに使ってくださいということなんで、ポリッシャーシャイナーの順番でやりなさいよというわけではないと。なんでスポンジシャイナー、ね、このマットの方でねいこうと思います。どっちがマットかな。こっちか、こっちはねこのちょっと緑っぽいのが艶消しになるのかなと思いますけど、こんな感じ。どんな白っぽさはなくなったんじゃない？本当ですね、なくなりましたね。でどこ切ったかっていうのが、よくよく見ればここね濃さが違うんで分かるんですけど、かなり綺麗ですよね。はい、ね、特にせっかくなんでちょっとクリアパーツも用意してみました。シャイナーがやってみたいっていうねとこで全然関係ないパーツが出てきてますけれども、やってみましょう。こう切りますと、でクリアパーツなんかはもう真っ白になりますからね、この切り口がね。こんな感じですよとっくん。ここね白い粒がポンとありますよね。はい、じゃあこれをシャイナーで磨いていきます。なんかガラスヤスリって感じ。すごいきめの細かい。綺麗綺麗。これねものすごい光る。他のクリアパーツの部分より削ったところが光ってる。マジですか？すごい。もともと透明で綺麗じゃないクリアパーツって、それよりも綺麗になる感じ。すごいな。すげえめっちゃ綺麗。見てください、ここが切った後なんですけど、全然わかんないですね。ねえすごいよね。これはすごい。本当にめちゃめちゃ綺麗。
はい、とくん2ごともできました。お、いい感じですね。はい。皆さんその配信されてる方ってどういうところを注意してレビューしてるんですかね。なんか僕さっきから作りやすいとかそういうことしか言ってませんけども、見てる方もね、なんかどういったところが気になるのかっていうのはまた教えていただければ参考になりますし、今回はねこうパーフェクトゲートリムーバーってやっぱ工具をね紹介するっていう感じにはしていますが、ほらレビューする時にほらここの部分の角はこうですよねとかでたまに聞くんですけれど、なんかすごいところまで気ぃ付く人いるじゃないですか。そこはもう単純にすごいなって尊敬しますけれどただやっぱ可動の部分が一番気になるんですかね。バンダイで作りにくいキットってもはや昔のキットしかないような気もしなくもないというか、そうですよね。本当にね、本当に感心する。さっきもなんか何回かちょこちょこ言っておりますが、なんていうのかな、なんかこう話題のキットってやっぱりみんな欲しいじゃないですか。店長を作ったらそれはなんかだいぶ罪作りなんじゃないかなっていうね。模型屋の店長なのに、その新キットレビューがしにくいっていうのはなかなか辛いとこではあるかな。じゃああれですね、それこそ送っていただけたらできるわけですね。おお、そういう方向でいきますか。なるほど。だからほら結構そのモデラーさんたちほら探す旅してるじゃないですか。うちにあるよって思うのは多々ある。なるほど。だからといって問い合わせがあったらどうかって言われるとそれはそれでねって思うし、地元のお客さん守りたいじゃないですけど、ね、なかなか通販やらない理由もそこにあったりしますし、模型系の YouTube をやってる中で、僕は勝手に個人的に苦しんでるところではある新作レビューをしたいのにみたいなね。店長が作ったせいで俺買えなかったじゃんが一番辛い。ガンプラも送ってくれていいんだよっていうねそうレビューできるわけですよ。今年また新しいガンダム出るみたいですよ。そうなんですか。なんか水星の魔女だったかな。水星はあれですよ、水の星の水星ですよ。シャアの銅とかじゃないです。なるほど。主人公が女の子なんですよ、特訓。それはあれですよ、僕はその主人公もきっとにしたんじゃないかなという恐ろしい未来が見えるんですけれども、ガール系売れるな、よしじゃあ主人公女の子にしてキット化してしまえば主人公も売れるじゃないみたいなね。キラとかアスランとか、割と上半身だけキット化したことはあるんですよ実はね。なんだけどそんなにこう話題性がなく、割と売れ残ってしまったみたいなことがあるんですよ。男を主人公にしてキット化してもあかんなって気づいたのかなって思ったね。これの境界戦記もそうですけど、女の子だけフィギュア化してますからね。そうなんですか。キット化してますから。やってるわけですね。ほら、本当だ。キット化してるじゃないですか。そういうことそういうこと。これも足つけてみちゃおうかな。よいしょ。はい、こんな感じです。でもなんかこう姿勢が低くこうシュイーンっていう動くのは、僕は嫌いじゃないですよ。ボトムズ感というかね、こういうボディすごい好き。面白いですね。なんかフロントミッションとかさ、なんかアーマードコアとかさ、ああいったのを感じさせるこの感じ。ボディ完成しました。いいですね。でこれを動かすとこの金の部分が動くっていう。ある、ちょっと待って、ほらなるほど。ほら見ないですね。別に見ないです。いやすごいわ。もうここまで予想して作ってるんだからすごいよね。なんかちょっともうヒエーって感じ、おったまげたみたいな、すげえかっこいい。はい、というわけでユートルマニティが完成しました。本当ですね。はい、もうユートルマニ完成しました。カクカクしてるんですよね、全体的にこの境界線機っていうのは。ガチャコーン。はい、ガチャーン。いいですね、ガチャーン。なんだろう、全体的に華奢なイメージじゃないですか、キットがね。なんでちょっと腕動かす時が少し怖い、心配。首こんな感じですね。はい、こんな感じで完成しました。ポーディングのセンスのなさだけどもいやでもいいんじゃないですか。多分合ってますね、これで。いい感じだと思われます。後ろとかね、こんな感じで。はい、これが前作ですね。
やっぱちょっとちょこ違いますね。太ももが違ったりとか肩が違ったりとか、ちょっとレッドショルダーになりましたよっていう、近接仕様になって第2期スタートしますって感じなんですかね。足の曲がり方はこうだね。ほんならとっくん武器作るか、残なんだしね。そうですね。はいというわけでとっくん武器もつけて完成いたしました。このバックパックが面白いんですよ。なんか武器交換簡単にできますよみたいなね雰囲気がありつつ、それでですね、このキットですね、運ぶ用の車があったりする。あとこれ敵なんでしょうけど、ブレイディハウンドっていうのがですね、空から飛んでくるわけですよ。こうやってなんか小技が効いてて面白いですよね。これがキット化してるっていうのはなかなか、なんだろうな、男の子が熱くなる部分全部入ってますよ感はあるけどね。ね、なんかパトレイバー感あり。そうですね。空から飛んでくるもなんかまあまああるんですよね。ちょっとパッと今何の作品とか出てきませんけども、なんかうおーっていうね感じはあるね。やっぱり作ると愛着湧きますよ。なんで島根では放送されないので、一期もされてなかったんでね。なんでまた Amazon プライムで出たら見ようかなという、なるほど、気にはなっておりますけど、便利な時代になりましたね。僕なんかね、ガンプラ作るだけで想像でしかしてなかったですからね、若かりし頃は。ウィングと X と V ガンダムはもうボンボンでしか読んでないんで、ウッソがめっちゃ必殺技叫ぶんだとばっかり思ってましたからね。だからやっぱ放送されたのが見れるっていう環境になったのは今いいですよね。機会があったら見てみたいと思います。あとコメントね、いろいろいただいて、それでもまあ見る見ない決めようかなということで、2期が、4月のねもうスタートしてるんですかね。このキット自体は4月の16日の土曜日の発売ということになっておりますので、ぜひ店頭並んでいたら作ってみてください。という感じで最後はですね、こちらの完成写真をですね載せて終わりたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。